とも劉備、公孫さんは土職の下で学ぶべくやってきたのだが、おはようございます。本日の講義は休講になりました。先生は風邪でもひかれたんですか？突然直視が来られて、本日は参内されております。おっと、じゃあ今日は休みか。兄上、せっかくのいい天気ですから狩りに出かけましょう。休校と決まった瞬間にこれか。お前は遊ぶことしか頭にないんだな。天は急げです。さあ行きましょう。聞いているかもしれないが、南方の農耕郡でイの反乱が発生しておる。お主はつい先日隣の旧校での反乱を鎮圧したばかりであり、かの地の民心も得ていると聞いている。ついては露光大使となり、の反乱の鎮圧に努めてほしい。はは、かしこまりました。こうして露職は任命を受け、南方、露光に赴かざるを得なくなった。ということで、皆の者には申し訳ないのだが、講義を継続することができなくなってしまう。引き続いて、都で学問を続けたい者には、別に教授できるものが見つかるよう、わしもできる限りの協力はしよう。そうですか。大変残念です。またこの先まみえる機会もあるであろう。これからのみんなの活躍の知らせを楽しみにしておるぞ。おい、お前はこれからどうするんだ？実家の判断次第ですね。兄上は。俺もブー次第だが、なんとか都で学問を続けられるよう願い出てみるつもりだ。結局劉備は故郷の卓郡に帰ることとなった。そして公孫さんは引き続き都で学問を続けることになったのである。故郷に帰った劉備はわらじを折ったりむしろを編んだりする生活に戻ったのだが、こんなちまちましたことを毎日繰り返していても仕方がない。俺には大きな野望があるんだ。なんとかこの世の中でのし上がってやる。古拝へ高廉に推挙されて高級官僚なんて現実的には厳しい。何ができるかな。この卓郡は北方の物産が集まる用地だ。なんとか商売の道から人脈を広げ、金儲けにつなげて、そこから何とかしてやれ。当時、わらじやむしろは身分の皇帝を問わずみんなが使用する生活必需品だった。劉備はこれらの商いを通じて積極的に人脈を広げた。劉備は聞き上手で人を立てるのがうまく、相手に悪い印象を与えることがなかった。こうして天下の豪傑たちに人脈を広げ、それによって年少者からも慕われるようになった。そんなある日、なんか最近に馬車がだけに多いな。何かあったのか。藩でも北方の戦費と大きな戦があるようで、大量の軍需物資を運んでいるそうです。そうか。戦になれば動く物資も桁違いだな。これから乱世になるとも言われている。戦は商売になるな。そしていつかは上の軍団を作るぞ。ここから始めましょうか。そうだな。劉備はいろいろと情報収集した。そして最近政治の乱れもあって治安が悪化しており、両商人たちは移動中に賊に襲撃される危険性を強く感じていることを知った。分かった。護衛部隊だ。何の護衛部隊ですか？この卓郡はな、北方の戦費や右岸の地で産出する馬が集まる場所なんだよ。南の紀州あたりの商人はみんなこの卓郡に馬を買い付けに来る。馬商人が賊に襲われないように護衛部隊を組織すればいいんだ。そうすれば金も入るし、乱世が来ればそれがそのまま俺の軍団になる。どうだ、いい考えだろう。それ良さそうですね。やってみましょうよ。よし、そうと決まれば金払いの良さそうな一番の大商人に狙いを定めてと。この卓郡に馬を買い付けに来ている商人たちの中で最も大きい商人が中山の徴西兵と粗相だった。劉備は早速この二人に近づき、彼らが卓郡に来るたびに親しく交わるようになった。徴西兵と粗相も劉備の器量に魅了されるようになったのである。そしてある時のこと、お二方に相談があるのですが。おお、どうしたんだい？先頃の戦費との戦以降、北方ではますます戦費の侵入がひどくなり、馬の需要も高まっています。一方でこの地の治安は悪化しており、移動中に賊の襲撃を受ける危険も以前より増しています。そうだな。私は代々この卓郡に暮らしており、この地には明るい上、多くの若者を周りに集めております。お二方が今後のご商売で危険な目に遭うことがないよう、私が若者を集めた護衛隊を組織して、卓郡と中山との往復を賊からお守りしたいと思っております。つきましては、若者を集め、武具を揃えるための費用をご用立てていただけないでしょうか。今後のご商売の安全が確保できると考えれば、決して悪い投資ではないと思います。ははは、お主のことだ。その護衛隊を自分の軍団にして、そこから天下を狙おうとでもしているんだろう。さすが、お見通しですね。そうです。私の軍団を作るために出資してください。と最初から申し上げればよかったですね。面白いやつだ。さすが、天使の車に乗ってやると、行きまくだけのことはあるな。徴西兵と粗相は、劉備の申し出を快諾し、多額の資金を劉備に与えた。待て、
艦長生。長生はあっちに逃げたぞ、逃がすな。クソ、北だ、北に逃げよこの時、加藤軍の艦長生という男が罪を犯し、はるばる北方の卓軍まで逃れてきた。う。ふう、なんとか逃れたが、これからどうするかと思う。なんだあの人だかりは。彼らが竜殿の軍団に入らないか。何？軍団の募集。衣食住は保証付き。武具も全部貸すぞ。おお、何か強そうな男が来たぞ。旦那もどうだい？一緒にやらねえか？お前は誰だい？俺はこの卓軍の長益徳って言うんだ。旦那はなんて言うんだい？俺は艦雲長っていいんだ。お尋ね者の彼は長生というあざ名を捨ててこの時から雲長と名乗るようになった。関羽と張飛はこの時から劉備の軍団に参加した。張飛は関羽を兄として仕え、二人は劉備軍団の中心となり、劉備、関羽、張飛は極めて親密な間柄となったのである。公孫さんは洛陽に残り、大尉の劉官から学問の伝授を受けることになった。この劉官は政府高官である上、霊帝の学問の師として信任厚い人物である。おお、この竜殿も立派なお方だな。学識深く、お名前の通り、寛大で器の大きな方だ。君は北方から来られたのか。わしは領州北地軍の船井王と申す者。以後よろしくお付き合いください。わしも北地軍から参ったおぶんとじゃ。何卒よろしゅう。このように公孫さんはさらに学問を続け、知り合いを増やしていった。不肖も王友もこの後の戦乱の世の中で活躍する。しばらく後、公孫さんは学業を終えて寮生に戻った。この時大主はすでに彼の岐阜の皇太子から龍騎に変わっていた。残念だがしょうがない。次の機会に絶対に公連に推挙されるよう一番目立って新しい大使から最高の信頼を勝ち得てやる。公孫さんは以前にも増して仕事に励み、新しい大使からも高く評価されるようになった。ところが大使の龍騎はある時法に触れ、洛陽の帝尉のもとに連行されることになったのである。ああ、今度の主君は短かったな。法に触れるとはお気の毒だな。いや、まだどうなるかわからん。それにたとえこのままこの地に戻られることができないにしても、わしはできる限りこの方にお仕えするぞ。大主が帝尉に連行される場合、下役人が近づくことは法律で禁止されていた。しかし公孫さんは衣服を変えて自ら囚人者の流者となり、龍騎の身の回りの世話を見たのである。龍騎がこの公孫さんの振る舞いに強く心を打たれたのは言うまでもない。結局龍騎は南の果ての日南にいる罪と決まった。公孫さんは北坊山の上で先祖を祀っていった。昔は人の子でしたが、今は人の進化として日南へ行かねばなりません。日南は奨励の地であり、生きて帰ることができないかもしれませんので、ここで先人にお別れを申し上げます。この様子を見ていた者はみんな心を動かされてすすり泣いたのであった。龍騎は結局途中で赦免され、両西軍に帰還することができた。そして龍騎の高い信頼を得た公孫さんは守備よく公連に推挙された。しばらくすると公孫さんは両党属国長子となり、戦費や右岸との戦いの生活を繰り広げていくことになるのである。赤丸です。劉備と公孫さんはそのままでは高級官僚になれない身の上でしたが、公孫さんは大使に猛烈にあの手この手でアピールしてついに公連に推挙される栄誉をつかみ、高級官僚への道を踏み出しました。一方の劉備は異なる路線を歩み、コミュ力を生かして資金を募り、小さいながらも自らの軍団を作りました。そしてそこに関羽と張飛が加わったことで、劉備軍団は後に歴史を動かす軍団へと成長します。劉備と公孫さん、2人の英傑の今後にご注目ください。今後も中国の歴史を中心とした動画を上げていきますので、この動画がいいと思った方は、チャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。